こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィザー再戦を果たして実績解除したところまでです。残る実績もあと5つ、というところまで来ました。数字で聞く限りはあとわずかという感じだけど、問題なのは冒険の時間よね。冒険の時間については後で触れますが、どうも大問題を抱えていたようです。始まりの2つの実績を解除して、ビーコン使いのメッセージが出ました。最大状態のビーコンを組み立てればいいようです。要するにピラミッド4段のビーコンってことね。さて、ビーコンは再設置すれば実績解除できると思うのですが、今はネザースターが手元にあります。ビーコンは素手で壊してもアイテム化するそうですので、せっかくだし試してみましょうか。さて、お前なんかにシルクタッチ使ってやるもんかって気持ちを込めつつ破壊します。素手で壊されたざまおお、きちんとアイテム化した。ほい。あれ？ボタンが出ないです。でもビーコン使いの実績は解除されたようです。ビーコン使いの割にはビーコン使えてないわね。どうなっているんでしょうか。あ、出た。時間差だったのか。ちょっと焦りました。さて、再起動するか迷います。あれ、もう起動しなくてもいいんじゃない？いや、跳躍力上昇2がないと、なんか違和感あるんですよ。慣れって怖いわね。さて、ちょうど夜ですのでゾンビ探しに繰り出します。1分ほどうろついたらあっさり見つけました。今度こそダイヤを投げる実績をクリアできるかな。覚悟。あれ？興味ないようですね。少しずれたのかな。まあ、ダイヤってゾンビまたぎとも言うものね。言いません。少し距離を取ってから投げないとダメか。迂回されてるし。今度こそ。これでも拾わないならダメですね。どうもアイテムを拾わないゾンビのようです。拾ってくれそうなゾンビを他で探すことにして、オーバーキルを試みます。うわークリティカル失敗。でもなんとか解除できました。ジャンプのタイミングおかしかったわよ。うっかり跳躍力2のタイミングで飛んでました。慣れって怖いです。ちなみにプレイ後に調べたのですが、ハードだと、アイテムを拾うゾンビの出現率は 45% だそうです。次のゾンビを探し回って小高いところに登ったら、すごいところを見つけました。めちゃくちゃ花が咲きまくっているわね。実は少し前まで、地下で集めた花をぼちぼち地上に植えようかと思っていたんですが、これだけ花が咲いてる光景を見せられると、やる気が失せてしまいますよ。さて、先日から公式ウィキ英語版のバイオームのページを、拙い英語力で徐々に解読しているのですが、おかげでバイオームがだいぶ見分けられるようになってきました。これは森林バイオームの変種の、花の森林バイオームですね。花の森林バイオームって、冒険の時間の実績で踏破しないとならないバイオームに入るの？入らないらしいです。というか、踏破してしまうと積むらしいです。もともと積んでいるらしいのですけど。どういうこと？私もきちんと理解しているか自信はないのですが、どうもジエンドに行ったことがあると、冒険の時間の実績が解除できなくなるそうです。なら、ジエンドに行っちゃったからもう実績解除は無理ってこと？そもそもジエンドに行かないと冒険の時間が出てこないですよ。つまり、最初から積んでます。わかった。これ、あかんやつね。はい。ちなみに今の時点の最新バージョンの 1.7.9 でもまだ不具合解消されていないそうです。ならどうするのよ。冒険の時間の実績解除は断念する？あるいは不具合解消されるまでいつまでも待つの？いえ、噂では、チートコマンドでおしまい、丸まで進めた上で、同じくチートコマンドでワープして必要なバイオームだけ踏破すれば、冒険の時間の解除は可能だそうです。
なので、まずはバージョンアップで実績不具合が解消されることを期待しつつ、プレイ続行して踏破が必要なバイオームを探します。で、保険でバイオームの座標をメモっておきます。デバッグモードを使用するのはあまり好きでないのですが、この際やむを得ないですね。で、不具合解消されないようならシード地を調べて、同じシード地でチートコマンドオンで新ワールド生成し、それで冒険の時間の実績を解除しようと思います。うまくいくかな？正直わからないです。やったことないことばかりですから。さて、遠出の準備としてエンダーチェストを作ってみたのですが、普通のツルハシでもアイテム化できるのかな？エンダーアイが消えちゃってるわね。ダメなのか。かといえシルクタッチは持ち運びたくないんですよ。ジエンドに行っていっぱい取ってくるという手もありますけど、まあ後で考えます。とりあえず砂糖は仕掛けておいて、豚の実績解除用に、人参付きの棒を作っておきます。俊敏のポーションが完成しました。延長重視で8分間使えるようにしてます。続いてコンパスの中心で地図を作成。よっと。なぜか地図外なんですけど。なんでだろ。様々な呪いがかかってるのよ。怖いです。地図を一段拡張しました。今はこれが精一杯。さて、徐々に遠出の支度が整ってきました。こんなところですね。では、いよいよ地上の冒険の始まりです。何気にドキドキしてくる？まだ見たことないバイオームがいっぱいありますからね。でもまずは目指すは、ダイヤ投げと豚の実績、あとは地図の最大までの拡張です。おっとスケルトン。まあ無限の弓でサクサク倒します。あれ？何やってるのよ。撃てないんです。これ、無限ですよね。ひょっとして、矢が一本もないと無限の弓も使えないんですか？続いてゾンビに遭遇しました。ダイヤ投げの実績解除のチャンスです。よし、ようやく実績解除。やっぱりゾンビに拾わせるのが解除条件だったのね。それにしても無限の弓っていいですね。遠慮なく使いたい放題です。しかし考えてみると、もう夜に行動する必要もありませんでした。ひょっとして無限の弓の出番終了？そうかもしれません。さて、ちょうど地図拡張分のサトウキビも足りてますし。地図をもう2段階、最大限まで拡張しました。何気に地図を埋めるのが楽しみです。どんなバイオームが出てくるかしらね。お、ナイス。豚がいます。洞窟まである。これはここで実績解除してくれと言っているようなものですね。人参付きの棒を使うのは初めてです。これでよし。よっと。本当に操作できる。面白いです。あれ？いつの間にヒットポイント表示されるようになったんですね。落下ダメージ受けてないわね。とりあえずもう一度挑戦してみます。さあ穴に向かってゴー。痛いです。どのくらい段差必要なんだろう。再挑戦です。こうなったらずっと深くしてみます。ちょっと待って本当に。どうするのよ。このまま失敗し続ければ、指定の豚さんになってしまうわよ。今度はもっと深くしました。これで落下ダメージ入るはずです。解除されないし、もっと深く掘らないとダメなの？
狭いところで掘ってたら何が何だかわからなくなりました。もうダメ。心が折れたわね。殺しちゃうの？サドル回収しないとならないですからしょうがないです。まさか豚の実績で手間取ると思いませんでした。最近もっぱらバイオームばかり調べているもので、他のことを調べる手があまり回ってないんです。バイオーム調べるのってそんな大変なの？自分なりにまとめたらこんな感じです。ちなみにこのうち2つは 1.7.2 以降では生成されないらしく、また、黒い星がついているバイオームにはさらに変種があります。これ以外に、黒い星の数だけバイオームがあるってことね。次回は豚の実績をサクッと終わらせて、冒険の時間の攻略に取り掛かろうと思います。では今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。